ホリデー2025やばそうすぎる。じゃあスパルと申します。ホリデー2025ダブル夢のかけらリサーチの情報が発表されましたので、皆さんと一緒に確認していきながら内容もろもろ解説考察していきたいと思います。いや、なかなかね、とんでもないポケモンが追加されそうで、ちょっとね、今後環境に影響あるのかないのかみたいなところね、ワクワクしながら情報を見ていきたいなと思います。今年のホリデー、あなたたちもピックアップされているのでね、たくさん見つけたいなと思います。それでは見ていきましょう。ということで、イベントホリデー2025ダブル夢のかけらリサーチもう見えてますね。春クジラ、アルクジラ、トゲデマルが追加されることが発表されました。ということで、新登場トゲデマル、アルクジラ、春クジラということで、さらにね、クリスマスリースをつけた玉ざらしまでいるということでね、もう察しのいい方ならここですぐに分かったでしょう。玉ざらしホリデーも追加されるというホリデー2025となります。しっかりね、よくよく見るとね、こうデリバードとかもいたりしてピックアップされるよっていうのがね、示唆されてたりとかするんですけれども、まずはこちら下から新登場トゲデマル、アルクジラ、春クジラから見ていきたいと思います。トゲデマルがね、ワンチャンやばいポケモンなんじゃないかとポケモンスリープね、こう電気タイプ、トゲデマルは鋼タイプなんですけど、電気タイプのマスコットっぽいポケモンぶっ壊れがちなところあるじゃないですか。なのでね、ちょっとどうなるのか非常に楽しみです。見ていきましょう。ってことで、新登場トゲデマル、アルクジラ、春クジラです。リサーチャーの皆様が睡眠リサーチを続けてきた影響か、特定のフィールドの近くでこれまで出会えなかったポケモンの姿が見つかったという報告がありました。そろそろ睡眠リサーチでも出会える日が来るかもしれません。新たに出会えるポケモン、トゲデマル、鋼、アルクジラ、氷、春クジラ、氷、お楽しみにということで、トゲデマルは鋼タイプでの参戦となりました。鋼電気のポケモンなんですけれども、ポケモンスリープでは鋼タイプとなります。電気タイプもめちゃめちゃたくさんいますし、電気タイプのマスコットっぽいポケモンもね、たくさんいるので、今回鋼での選抜となりましたね。そしてアルクジラ、春クジラは氷単タイプなので、もちろん氷だよといったところです。新たに出会えるポケモンの情報です。出現開始する日時は2025年12月22日15時からとなります。ホリデーイベント初日の15時から登場してくれます。該当のポケモンの行は上記日時から使うことができます。そして出現するフィールドです。まず通常の若草本島にはトゲデマルとアルクジラのみ出現します。アルクジラのみとなってますね。さすがにちょっとハルクジラはもうちょっと奥まったところに行かないと生息していないということなんでしょうかね。そして卯の花雪原ではトゲデマル、アルクジラ、ハルクジラすべて出現します。またゴールド級発電所に鋼タイプであるトゲデマル出現しますし、アンバー渓谷にもトゲデマルが出現するみたいです。さすがにアンバーね、結構あったかめの土地となっていそうなので、サボテンとかもあったりね。なのでアルクジラ、ハルクジラは出てこられないので、ホリデー後しばらくアンバーにこもりそうだなという方は、ちょっとね、ホリデーイベント中にアルクジラたち注目してみてください。そして若草本島 EX には全て登場してくれます。やっぱね、 EX ぐらいまでなんか奥まったところまで行くとハルクジラも生息しているよという、そんな生態系になっております。もうホリデーのポケモンたちがいそうな出現フィールドっていう感じになってますね。そして出会える睡眠タイプなんですが、トゲデマル、アルクジラ、ハルクジラ全員ぐっすりタイプとなっています。鋼も氷もぐっすりタイプのポケモンたちですね。そしてメインスキルの記述があります。ほっぺスリスリ元気エール S ということで、トゲデマルのメインスキルが発表されました。逆にここにアルクジラのスキルが書かれていないということは既存スキルになるのであろうなと思いますね。そしてこのほっぺスリスリがもしかするとぶっ壊れスキルかもしれないということで見ていきましょう。元気 LS でありますので、ランダムでチームのポケモン1匹の元気を回復します。運が良ければそのポケモンがメインスキル発動可能ボーナスを得ますということで、ついに来ましたね。お手伝いサポートのメインスキルが発動できたらいいのになーのやつね、元気 LS に運が良ければメインスキル発動可能ボーナスがつくというスキルになっております。ほっぺスリスリね、本編のゲームの性能だと相手を麻痺させるという効果なんですけれども、ポケモンスリープにおいてはほっぺスリスリされた側がね、もうやる気をみちみちらせて頑張ってくれるというね、素敵なスキルになっております。確かにほっぺスリスリはされたいよね。はい、ということで
メインスキル発動可能ボーナスを得る確率はメインスキルの対象となったポケモンによって変わりますなんだそうです。これちょっと興味深いよね。要するにスキル発動率の高いポケモンの方が高いってことなんじゃないでしょうかね。ちょっとそこまで詳細は書かれていないんですけれども、だからまあやっぱね、一番最初にメインスキルをバンバン使ってもらって強そうなポケモンって考えると、まあライコウ、エンテイ、スイ君とかがパッとね思いつくんじゃないかなと思うんですけど、おそらく彼らはそんなにメインスキル発動可能ボーナスが得にくいみたいな調整になってるんじゃないかななんて思いますね。まあ逆に言うとダークライとかもあんまりこう発動しないよみたいな、そういったところもねあるのかななんて思いますね。クレセリアはもともと結構発動確率高いので頑張ってほしい頑張ってほしいなと思います。ということで、このメインスキル発動可能ボーナスはメインスキルの対象となったポケモンによって確率変わるそうです。これがね何を参照してね変わっていくのかは今後の研究次第なんですけれども、信じられないぐらい検証に時間かかりそうですよね。まあとにかくそういった仕様がありますよということで、またメインスキル発動可能ボーナスを得ると通常のお手伝いとは別でメインスキルをプラス1回発動することができる状態になりますと書かれております。メインスキルをプラス1回って書いてあるので、例えばすでにスキルストックをしているポケモンにこのメインスキル発動可能ボーナスが乗っかったら、もう一気に3回発動してくれる的なことなんじゃないかなと思いますね。いやマジで何のスキル使いましょうマルノームの横とかにも置いておきたさが今ねひしひしと出てきました。ぜひ皆さんもちょっとね想像を膨らませておいていただけたらなと思います。そしてメインスキル発動可能ボーナスをすでに得ているポケモンは追加でボーナスを得ることはできませんとなっております。だからすでに発動可能状態になってたらもうすぐ使っちゃった方がいいということですね。貯めておきたいスキルってなんかあるかな。でもありそうな気もするね。料理チャンスとか、これをうまく使うとって思ったけど、次が大事だ。メインスキル発動可能ボーナスは睡眠リサーチ、フィールド移動のタイミングで消失します。なのでデデンネにその料理チャンスを2回スキルストックさせた状態で、このメインスキル発動可能ボーナスまで付与して翌週フィールド移動してからスキル3発使ってもらうっていうことはできないように調整されてますね。さらに睡眠リサーチでもこの発動可能ボーナスなくなってしまうということなので、これはどこのタイミングでとにかくメインスキル発動可能ボーナスが付与されたらもうすぐに使った方がいいっていうのが基本的な使い方になると思います。ぜひねちょっとこれ貯めておいて、なんか悪そうなことできそうであればぜひねちょっと皆様の知恵をお貸しいただきたいなと思います。ということで、基本は元気 LS なんですけれども、運が良ければそのポケモンがメインスキル発動可能ボーナスを得ることができる、そんなねちょっとぶっ壊れそうな可能性を秘めているほっぺすりすり元気 LS となっております。私ねこのスキルコピーのバリアードをよく使ってるんですけど、スキルコピーがもしスキル得意ポケモンできたらとんでもないことになりそうだなとは常々思ってたんですね。いろんなスキルを肩代わりして使えるので、そのポケモンだけメインスキルレベルを上げておけば、すごく言ってしまえばその無課金的にはメインスキルの種も節約できるし最高じゃねみたいなことを思ってたんですけど、そこまでではないんですけど、スキルをねより活かせるスキルになる可能性があるということで、この運が良ければがどれぐらいの確率なのかが非常に気になりますよね。ちなみにポケモンスリープにおける運が良ければっていう表記が使われるときってだいたい色違いの出現確率アップなんですよね。ほとんど発動しなくないそれは信頼できなくないということなんですけれども、一応ねそのポケモンたちのスキルの追加効果あるじゃないですか。例えばそれでも低いものでもミミッキュの化けの皮の大成功確率、あれはゲーム上では稀にという表記がされているんですけど、だいたい 18.5% ぐらいらしいんですね。およそ 5.4 分の1ぐらいで、ミミッキュはねスキルの発動率めちゃくちゃ期待値が高いっていうポケモンじゃないので、1日に1回使ってくれたらいいかなどうかなぐらいの期待値ではあるんですよ。で他にはクチートの怪力バサミが時々っていう追加効果の確率なんですけど、それがおよそ 17%、 だいたい6分の1と
されているみたいなので、これぐらいにしてくれるんじゃないかなと、低くてもこれぐらいにしてくれるんじゃないかななんて思ってはいるんですけれども、ちょっとね今後の検証めちゃくちゃ気になりますね。とてつもなく強そうな可能性も秘めているし、なんか悪いことできそうな気もするけど、実際どういうところに落ち着くのか非常に気になるトゲデマルのメインスキルほっぺスリスリでした。おそらくこれトゲデマルはスキル得意のポケモンっていうことになるんじゃないかなとは思うんですけれども、今までね新スキルを持ってきたポケモンで、それこそクチートだけが例外的にスキルのポケモンではなかったので、果たしてどうなるのかというところですよね。そしてトゲデマルはもう見ての通り無進化のポケモンなので、フレンドポイント16でゲットしづらいポケモンということになるでしょうし、ホリデーイベントで若草 EX に行こうと思っている方はトゲデマルなかなか出会えないということも一つ覚悟しておいてほしいなと思います。私がねデカ盛り料理ウィークのタイミングでミカルゲの出現してくれる若草本当 EX に行っていたんですが、グッドスリープデーのタイミングでしか結局私はミカルゲには出会うことができなくて、2体3体それぐらいでフィニッシュしました。グッドスリープデーがあって眠気パワーのボーナスと未発見ネガオの出現確率アップがあって23体にとどまっているので、ホリデーでトゲデマルがどれだけ出てきてくれるかっていうのは果たしてというところですね。そしてアルクジラハルクジラは何のポケモンもしねトゲデマルがねスキルのポケモンなのであれば、スキルかぶりはしてこないんじゃないかななんて思うんですけれども、一応ね昨年がパモさんがスキルのポケモンでアローラロコンが木の実のポケモンだったっていうところから、今回ねトゲデマルがスキルなんだったらアルクジラたちは去年が木の実だったから食材みたいなね、そこもどうなるのか非常に楽しみで、最大所持数めちゃくちゃ多そうじゃん私ね最大処理数の多いポケモンとっても頼もしいなと思っているので、あとアルクジラの時点でこのサイズなのでね、ハルクジラめちゃくちゃでかそうじゃん。私でかいポケモン大好きなのよ。トドゼルガとかも本当はゲーム上でもう二回りぐらいでかくあれって思ってるぐらいなんですけど、なのでとても楽しみですといった新登場トゲデマルアルクジラハルクジラです。とっても楽しみ。ぜひともちょっと皆様トゲデマルどういう風に活躍させられるんじゃないかみたいなのね考えて教えていただけたらなと思います。さあそしてこちらイベントの情報も参りましょう。ここもとんでもないこと書かれてるんだ。みんなどうしよう見ていきましょう。イベントホリデー2025ダブル夢のかけらリサーチです。もうちょっとね頭パンクしそうだよ。概要読んでいきます。ハッピーホリデー。1週間続くこのイベントは氷タイプのポケモンが活躍する特別な期間です。またトゲデマルとの新たな出会いを記念して鋼タイプのポケモンも活躍できるボーナスがありますということで、なんと今回のホリデー氷鋼タイプが強化されるイベントとなります。これを見てねもう私はすぐピンときました。これ若草 EX の木の実ガチャあと1種類しか選ばれないやつだって思いましたね。私は、サブアカウントでは毒タイプのマルノーム、メインアカウントではエスパータイプのムシャーナ、夢のかけらゲット S のポケモンが EX のボーナスで選ばれてくれたら嬉しいなと思っていたわけなんですけれども、残り16分の1を引き当てる幸運があればいけるよということでね、ちょっとこれもね後々話していきましょう。鋼タイプもボーナスがあります。さらにハルクジラなどの一部ポケモンに期間中のみ若草本島で出会えるようになりますってことで、これね毎年なんですけれども、本来ハルクジラだったり雪かぶりだったり若草本島には出現しない氷タイプのポケモンたちがいるんですけれども、それこそアローラロコンもそうだねいるんですけれども、この期間だけは若草本島でも出現してくれるようになります。加えてホリデーリースをかけた玉ざらしや運が良ければ色違いのポケモンとも出会えるかもしれませんということで、一昨年のホリデーピカチュウ、昨年のホリデー EV に続き今年はホリデー玉ざらしということになるみたいです。どんな能力なんだい？でも氷タイプだからそれこそ何かの間違いでなんかプレゼントとか夢のかけらゲットとかを持っているのであれば、毎年このホリデーのタイミングではバフがかかると言えるのかもしれません。ちょっとだけピカチュウ EV よりは期待したいなと
思いますね。玉ざらしどんな性能になるんでしょうか。そして運が良ければ色違いのポケモンとも出会えるかもしれないというね、これも毎年ホリデー恒例のボーナスとなっております。まあそこまでね高い出現確率ではないんですけれども、1週間で1体2体出てきてくれたら嬉しいし、 EX はこの色違い確率アップ重複するはずなので頑張ってほしいね。これを利用して私はね伝説ポケモンのお香を置いて伝説色違いチャレンジをしようかななんて思っております。その他睡眠リサーチでの夢のかけらの獲得量が2倍以上、雨ブーストなど様々なボーナスがかかります。ダブル夢のかけらリサーチなのでね、これがメインの効果と言っても差し支えないでしょう。そして12月24日水曜日、25日木曜日にはドリームギフトがカビゴンのそばに届きます。お楽しみにということで、今年もドリームギフトがあるみたいです。開催期間は12月22日月曜日からの1週間となります。クリスマスを含む1週間となります。そして開催フィールドが若草本島と若草本島 EX、 この2フィールドでのみの開催となります。他のフィールドに行くこともできるんですが、ボーナスもろもろのボーナスがかかるのはこの若草本島は EX のみとなりますので、もうほぼ全ての皆様こちらに行っていただけたらなと思います。どうやらねミッションだけは他のフィールドに行ってても受けられるっぽいんですけど、ドリームギフトとかがあるのかどうかもちょっと定かではないので、本当にね研究したい好奇心だけで知りたいっていう方以外は若草本島か若草本島 EX に行ってください。今年もハロウィンイベントと同様若草系限定開催となりました。この流れは来年以降も続いていくんでしょうかね。もしかするとホリデーとハロウィンのためだけに若草 EX のフィールドボーナスを上げておくという選択肢が今後生まれてくるのかもななんて今回のホリデーを見て思いました。期間中 EX モードのフィールドは通常モードのフィールドと同じイベント限定の見た目に統一されますということで、ホリデーの飾り付けもとっても楽しみですね。今回ね玉ざらしのなんか雪みたいなのがねありそうなんですよね。この左のところに玉ざらしのこういうのなんて言うんでしたっけ、鎌倉みたいなやつが作られてそうなので、それめちゃめちゃ楽しみにしたいなと思います。そしてミッションもございます。ミッションは12月22日からの1週間で受注することができまして、これはどうやら他のフィールドに行っていても受けることができるっぽいです。はい。そしてボーナスとなります。期間中開催フィールドで以下の効果が発生します。全日程において氷鋼タイプのお手伝いポケモンが通常のお手伝いで食材を拾ってきた場合、食材プラス1個、氷鋼タイプのお手伝いポケモンのメインスキル発生確率 1.25 倍、氷鋼タイプのお手伝いポケモンのメインスキル発動時にメインスキルのレベルプラス3、メインスキル夢のかけらゲット S の効果量2倍。開催フィールドの今週のカビゴンの好きな木の実の2種類がチーゴの実氷タイプ、ベリブの実鋼タイプで固定され、残りの1種類はランダム。睡眠リサーチにて特定のポケモンの出現確率アップ、後ほど紹介します。その日のリサーチャーの睡眠タイプに限らず他の睡眠タイプのポケモンも出現。期間限定雨ブーストが使用可能。運が良ければ色違いのポケモンとも出会えるかもしれませんとなっております。まずちょっとこの全日程のところについてお話ししていきましょうかね。ってことでハロウィンの時にゴーストタイプのポケモンたちにかかっていたボーナスと基本的には一緒になってます。それが今回氷鋼タイプ2タイプにかかることになりますね。まず食材がプラス1個されまして、メインスキル発生確率が 1.25 倍です。昨年までは 1.5 倍あったんですけれども、次のメインスキルレベルがプラス3になるっていう強化を受けた影響で、スキル発生確率は 1.25 倍に、ちょっとだけ弱体化しております。ただしその分レベルのボーナスが昨年まではプラス1だったのがプラス3されているということで、これ EX に行く場合 EX のメインの木の実が氷タイプで確定になるんですけれども、氷タイプのそのメインスキルレベルプラス1とこのイベントボーナスのレベルプラス3が重なるので、ただメインスキルレベルプラス3のトドゼルガとかがスキルを使うといきなりレベル7になるみたいなねことがあったりします。グレイシアとかもとっても助かりそうだし、それこそクチートもハガネールもキューコンも強そうだし、もしねさっとゲットすることができたらちょっとトゲデマルも採用してみたいなとは思いますね。どんな性能なんでしょうか。
そんな氷タイプと鋼タイプのボーナスがガツッとかかります。はい。そして期間限定アメブーストはミニじゃないやつですね。さあ、そして12月24日には期間限定ドリームギフトが受け取れまして、25日もドリームギフトが受け取れるんですが、25日と最終日は夢のかけらの獲得量3倍となります。25日最終日夢のかけら3倍となりますので、このタイミングでできたらね、その伝説のポケモンのお香とか幸運のお香とかを置いて、ぜひともね、運試ししていただけたらなと思います。やっぱり熱いのは最終日になるでしょうかね。頑張ってエナジー稼いでいきましょう。さあ、そして EX モードでのボーナスについてです。EX フィールドでイベントに参加する場合のボーナスの変更点は以下の通りです。開催フィールドの今週のカビゴンの好きな木の実、メインがチーゴの実、氷タイプで固定され、今週のカビゴンの好きな木の実、サブは1種類がベリブの実、鋼タイプで固定され、残りはランダムになるということで、メインは氷タイプです。そしてもう1個のサブが空いているということで、私はそこで16分の1のエスパータイプか毒タイプをなんとか引き当てたいですし、人によっては闇ラミの悪タイプ、ルカリオの格闘タイプを引き当てたいというところなんじゃないかなと思います。ドンカラス育成してる人はワンチャン、いやでもこれダメだな、夢のかけらゲット S の効果量2倍だから、ドンカラスさんはデカ盛りで頑張ってくださいということになってますね。ドンカラスの強運の夢のかけらが2倍になることはなさそうです。はい、なさそうなのでご注意ください。悪タイプを引いた場合はぜひ闇ラミちゃんを活躍させていただけたらなと思います。あとはあれか、ノーマルタイプのペルシアン、ホリデー EV、その類その類でしょうかといったところですね。で、また EX モードの通常のボーナスは、このイベント全体のボーナスとして食材プラス1個とメインスキル発生確率 1.25 倍がありますので、これもハロウィン同様木の実 2.4 倍、好みの木の実 2.4 倍のボーナスがかかるものと思われます。そして今回ね、まさかの鋼タイプまで追加されたということで、トドゼルガ、アローラ、キューコン、鋼エールとね、なかなか強力な木の実のポケモンでご利用していくことも可能なんじゃないかなと思いましたので、今までね、氷タイプのポケモンはいないんだけど鋼エールはいるんだよなっていう人も、もしかするとちょっと今からお手伝いブーストダメとかを検討してみるというのも一興かなと思います。それがね EX に行けばほぼほぼ確定で 2.4 倍になってくれるはずですので、ぜひともご検討ください。そんな EX モードでのボーナスについてでした。さあ、そしてピックアップとなります。下記のポケモンたちといつもより多く出会えるチャンスです。イベント開催中のフィールドで全てのピックアップポケモンと出会えます。イベント開催中のフィールドで全てのピックアップポケモンと出会えます。ありがとうございます。大ピックアップ。玉ざらしホリデー、トゲデマル、アルクジラ、ハルクジラ。中ピックアップ、ピカチュウホリデー、EV ホリデー。小ピックアップ、ロコン、キューコン、アローラの姿、デリバード、玉ざらしトドグラートドゼルガ、雪かぶり雪の王、グレイシア、パモパモットパーモットとなっております。今回追加されるポケモンたちが全員大ピックアップとなってます。実はね、昨年まで大ピックアップだったのって、昨年の大ピックアップはホリデーピカチュウとホリデー EV で、残りのポケモンたちは新登場のパモさんもアローラロコンも中ピックアップだったんですが、さすがにね、ポケモンの種類もめちゃくちゃに増えてきましたし、そういったなんやかんやを加味してなのか大ピックアップになりましたね。なのでね、そのミカルゲが EX でほとんど出会えなかったよっていうお話はしたんですけど、一応トゲデマル、ミカルゲ中ピックアップだったんですが、トゲデマルは大ピックアップなのでどうなるでしょうかねというところですね。とはいえ玉ざらしもアルクジラもハルクジラも大ピックアップだし、これだけピックアップがいるというところで、相変わらずトゲデマルの出現はかなり厳しいんじゃないかなとは EX においてはちょっと思いますね。そして小ピックアップにはこれまでホリデーイベントで追加されたポケモンと氷タイプのポケモンたちが来てくれるという運びになっております。小ピックアップもね、ちょっと若草 EX だとどこまで出会えるのかはかなり謎かなと思いますので、エナジーや夢のかけらとの相談になってしまうんですけれども、がっつり厳選がしたいよと、例えばもう分割睡眠とかまで駆使してがっつり今回のポケモンたちを探したいよという方は、通常の若草本島も検討してみると良いのかななんて思います。EX はね、どうしてもちょっと厳選的には不向きなところがあります。はい。
さあそして玉ざらしホリデーについてです。ホリデー 2025W 夢のかけらリサーチを記念してホリデーリースをかけた玉ざらしが新登場します。この機会に限定ミッション報酬の玉ざらしホリデーのお香を使って寝顔をリサーチしましょう。玉ざらしホリデーのお香は12月22日月曜日15時から使うことができます。期間中は過去のホリデーイベントで登場したホリデー仕様のポケモンたちにも出会えますということで、能力については特に言及なしなんですけれども、ミッションで玉ざらしホリデーのお香が一つゲットできるということになっております。アルクジラとトゲデマルのお香は果たしてもらえるんでしょうか今年のホリデー、ハロウィンを見ている感じだともらえても良さそうだけどなぁというところではありますね。あとはおそらくホリデーパックとかで追加されるものと思われます。今年のホリデーパックはどうなるんでしょうか。私はそこもとても注目しております。だいたいね、ホリデーとかニューイヤーでなんか毎年これ買いたいなみたいなパックを買ってることが多いんですけれども、そこもね今後注目しておきたいなと思います。さあそしてホリデープレゼントがございます。ホリデーをお祝いしてスリープポイントをプレゼントボックスにお送りいたします。スリープポイント1225ポイント、こちらをクリスマスのお昼からね配ってくれるということで、年明けまでもうがっつりの期間3週間ぐらいこのスリープポイントは配ってくれるということになっております。めちゃくちゃありがたい。EV ウィークの1121ポイントも本当にありがとうございました。このスリープポイントで飯食っています。ハルと申します。よろしくお願いします。ということで、これね昨年にもありましたけれども、今年もしっかりと1225スリープポイントくださるということみたいです。これはね期間が長いので基本的には受け取れるものと思いますが、ドリームギフトに関してはね12月24日25日にログインしなくてはおそらく受け取れないものと思われますので、24、25だけはどんなに忙しくても必ずログインとドリームギフトの取得よろしくお願いいたします。そんな期間限定ドリームギフトについてです。ドリームギフトは12月24日25日にカビゴンのそばに届きます。中身は全てのリサーチャー共通のラインナップからランダムな順番で1日1個ずつ選ばれます。ということで、昨年はメインスキルの種1つと夢のかけら3000個の2種類でした。今年もメインスキルの種はなんとなく来そうなのかなと思っているんですけれどもね、メインスキルの種よりサブスキルの種くださいよみたいな声がもし昨年とんでもなく多かったらそうなっていたりとかするでしょうかね、今年も期待したいなと思います。さあそして期間限定アメブーストなんですが、今回はミニではないアメブーストとなります。アメブーストを使うとアメを使用して得られるお手伝いポケモンの EXP の獲得量が2倍になる代わりに、アメ1個あたりの夢のかけらの使用量が通常の5倍に変化します。ミニはここが4倍だったんですが、ミニアメブーストよりもかけら消費量大きめ5倍に変化します。ただし1日アメ500個まで利用可能ですということで、無課金的には無限と読んで差し支えない量となってます。1週間で3500個ですね。ただし夢のかけらの量がとんでもないことになりますので、皆様今のうちから計画を練っておかれるといいのかなと思います。またデフォルトがオンに設定されていて500個まで使えてしまうということなので、夢のかけらの消費量こんだけ増えますよっていうねポップアップが1個挟まるかなとは思うんですけれども、一応ね寝起きとかで操作するときにちょっとアメブーストを間違えて使わないようにっていうのはねご注意いただけたらなと思います。そんなアメブーストでした。これがやっぱ1年に一度の楽しみみたいなところもありますよね。そして注意事項なんですけれども、特筆すべきところがあるとすると、ホリデーのポケモンたちのお香に関しては開催期間終了後も若草本島 EX では使うことができます。これまでのねホリデーピカチュウとか EV のお香を取っている方も若草でだったらいつでも使うことができますが、イベント期間終了後そのアローラロコンとか雪かぶりとかは出現しなくなってしまうので、1月5日まで、実質1月4日までですね。1月4日まではアローラロコンとか雪かぶりのお香とかも若草本島で使うことができるんだけど、以降は使えなくなりますって書いてありますはい、そんな感じになっていますね。その他の注意事項としては、ホリデーの特別なポケモン、ホリデーピカチュウ EV の例に漏れず
ホリデー玉ざらしも進化することができません。ホリデー玉ざらし進化することができませんので、そちらご注意くださいといった感じですね。なので実質ね、フレンドポイント5でゲットできる無進化ポケモンみたいな立ち位置になるので、はちゃめちゃに強いっていう感じではないんだろうなと思うんですけれども、氷タイプであるという時点で結構ね、活躍できそうな可能性が、年1回ホリデーでは活躍できそうな可能性を秘めておりますので、ちょっとどんな能力で来るのか期待したいなと思います。といったホリデー2025ダブル夢のかけらリサーチでした。いかがでしたでしょうか。いや、びっくりした。まさかの鋼タイプのポケモンもボーナスの対象になり、木の実ガチャがね、16分の1を探し当てるゲームになるということで、基本的には予定が立てやすくてプラスの調整ではあるかなと思うんですけど、私みたいにね EX でなんとか夢のかけらゲット S のポケモンの木の実引けないかなって思ってる人にとってはなかなか厳しいものとなるのかもしれませんね。そんな感じです。もちろんね、通常若草本島の木の実ガチャも残り1種類だけがランダムになるという形になっています。ちなみに現時点で氷タイプと鋼タイプのポケモンは最終進化で見ると8体いるみたいですね。氷タイプがキューコン、アローラキューコン、トドゼルガ、ユキノオ、グレイシアで、鋼タイプがハガネール、クチート、ジバコイル、ボスゴドラということで、みんな強いし、ジバコイルとグレイシアがいてくれているので、鍋拡張的なね、その生活のインフラみたいなところがかなり若草 EX においてもやりやすそうなのはポイント高いのかなと思いましたね。あとはシンプルに雪のクチート、ボスゴドラっていうね、食材のポケモンも食材プラス1の効果があって確定で木の実がピックアップされるということで、このあたりをうまく使っていくのがホリデー2025における一つね、なかなかいい攻略になるのかもしれません。EX 行く方はね、木の実 2.4 倍があると思うので、もう木の実で木の実で押せるとなお良いというイベントになりそうです。とても楽しみです。春クジラどんな能力ですか？めちゃくちゃでかいじゃん、春クジラね、改めてね、ちょっとこのキービジュアルに戻るんですけど、春クジラってでかいんですよね、横にいるトゲデマルがね、めちゃめちゃちっちゃく見えますし、なんだかんだ玉ざらしもでかいなってみんな思ってるじゃないですかで、玉ざらしより一回り大きいアルクジラより3回りぐらい大きいハルクジラなので、本当に楽しみ。ハルクジラとトゲデマルみたいな丸っこいポケモンを並べてみたいよねそんな感じですということでね、ほっぺスリスリのトゲデマルも追加されますけれども、皆様ぜひね、どんなポケモンが気になったとか、EX でこういう攻略で行くぜとか思いつくことありましたら、どしどしコメントお待ちしております。いやー、どうしましょうね。そしてトゲデマル本当にめちゃくちゃ気になる性能だなと思うので、運が良ければ、怖いね、ポケモンスリープにおける運が良ければは信用してはいけないワードの一つでありますので、ね、本当にね、厳選目当てであれば通常若草本島もマジで検討してみてください。分割睡眠しても夢のかけらは2倍3倍、分割睡眠してね、ポケモンが11体目以降になっちゃうと報酬量減っちゃうんですけど、夢のかけらの量に2倍3倍しっかりもらうことができそうですし、この色違い出現確率アップも分割睡眠のポケモンたちに乗るはずなので、ちょっとね、そこはもう色違いだったりとか、その通常若草本島で厳選も頑張りつつ、なるべく眠気パワーもロスりたくないよという方は、ちょっとね、分割睡眠なんかも考慮に入れながら考えていただけたらなと思いますし、やはりね、開催フィールドが通常の若草本島か EX かその2択ということになりましたので、今週とか来週とか違うフィールド行こうと思ってたけど、今回のねイベントの概要を見て、やっぱこっちのフィールドにフィールドボーナス上げといた方がいいかなって思った方はね、なんかそのフィールドボーナス移しであるとか 5++ とかがあれば、多分ほとんどデメリットなしでフィールドボーナス移せたりとかしたかなと思うので、ちょっとやり方私分かってないので詳しくは検索していただきたいなと思うんですけれども、そういったねなんやかんや含めて2週間後のホリデー2025に向けて
準備していきましょう。めちゃくちゃ楽しみ。めちゃくちゃ楽しみだし、盛りだくさんすぎない？これを1週間でやってくるの、どうなのみがすごいよね。ねえ、まあそんなところではあるんですけれども、ね、ぜひ皆さんのもとに大量の色違いのポケモンたちが出てくることを祈っております。そんなホリデー2025のいろんな解説でした。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプ、そしてコメントもたくさんお待ちしております。で、皆さんの気になったポケモンたち教えてください。そしてね、グッドやハイプしていただけると皆さんの得が高まりまして、色違いのポケモンに出会える確率も上がるとされていてほしいですし、ね、残り16分の1で夢のかけらゲット S を持っているポケモンの木の実が引けるかもしれないということで、何卒よろしくお願いいたします。いつも本当にたくさんの応援ありがとうございます。それではね、もう詳細も発表されまして、まさかの鋼タイプも活躍できるし、私はもう EX に行こうと最初から決めているので、トゲネマルにね、なるべく出会えるように、また出会えないとね、色違いの抽選も受けられないだろうと思うので、なるべく出会えるように、エナジー稼げるように準備していきたいなと思います。ってことで、ホリデー楽しみにしていきましょう。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。